ギネスの美味しい注ぎ方を今日は教えてください。はい。よし、まずこのギネスはもう専用グラスだね。はい。うん。このグラスはどこで手に入る？これはもうギネス、なんだろう、まあ会社からもらえるみたいなさ。いっぱい買ったらついてくるキャンペーンとかなんかそんなのもあるな。今ちょっと昔のグラスだからね。じゃあこの缶のギネス、ぴったり入るから。とにかくこのまず回旋してやって。ワンテンポ置いてやるっていうかね。はい。そうしたら勢いよくついてやるっていうかね。絶対溢れることないからさ。やっぱり生き生きとした、このなんか下からのこう泡をクリーミーに仕上げるっていうか。これは逆さにしていいのはギネスだから。そうだな。普通の缶ビール逆さにしたら、まず溢れるだろうな。100% の確率で溢れるでほら、こう見てるとさ、なんていうんだろうな、下からこう砂嵐がこうスーッと上に行くみたいなさ。サージングっていうんでしたっけ？そうだね。サージング。綺麗ですね。これギネスの缶がよく考えた。もうなんか本当家庭でも美味しいギネスが飲めるもう結晶だよな。缶の中に何か入ってるんでしたっけ？そう、なんかみんなボール玉みたいに入ってるんだよな。セーバーチャンネル。ジュース。クリーミー。相当うまいねこれ。異様にうまいよこれ。ねこれ。なんでギネスってこんなうまいんだろうな。仕事終わりに飲みたいわけじゃないんだけどな。特別感あるよなこのビールって。なんか本当アイリッシュパブに行ってる感覚になるね。なんかスタンディングのバーでさ、肘ついてさ、金払ってキャッシュオンデリバリーみたいなさ、フライドポテトかなんかさ、ケチャップバチバチつけて、ちょっとイメトレしていい？全然違うね。やっぱないね、口の中に。芋の感じないですか？間穂はなかったよ。このギネスを美味しく注ぐ、継ぐ方法としては、まずグラスを冷やすこと。やっぱりそうだな。今なんかこうギネスってさ、割とぬるい感じでっていうか、常温に近い感じで昔飲むのが昔割と主流だったんだよ。でもやっぱどんどん時代の流れとともに冷たいビールっていうのがやっぱり流行ってきてるっていうかさ、そうなるとやっぱグラスも冷やしてさ、ギネスも冷やしてみたいな。昔俺が働いてるとこはやっぱ瓶のギネス、なんか常温と冷たいのありますから、どちらがよろしいですかって聞いてたからな。そうなんですね。で常温っていう人も多かったからさ。でも常温のビールなんか飲みたいと俺はもう全然、なんでこの人たちこんな飲むのかなと思うけど、ギネス飲むようになってからちょっとわからないではないけど、でもやっぱ冷たいビール飲みたいよな。シュッと缶を開けてから少し待ってましたよね。そうだな、いきなり入れちゃダメだね。ちょっと待って、ワンテンポぐらいちょっと置いてやって、プシューッとなった時に聞こえるから、なんてお願いしますみたいな感じで俺そろそろお願いしますみたいな、でついでやるっていう、ガーンと入れてやるっていうか、でも別にあんな逆さにしなくたっていいし、普通にこうついでやるのがいいけど、勢いよくついでやるのがいいんじゃないかな。でも逆さに勢いよくついだ方が、その味は美味しく感じるんですかね。俺はそう感じる。てか見た目めちゃくちゃうまそうに見える。うまそうでしたね。相当飲んでくださいみたいな感じじゃん。あれ結構みんな真似してんだよ。俺があれ缶ってやりだしたらよ。それはギネスがそう出してるんですもんね。
で最後のポイントとしては、うん逆さにしたじゃないですか。うんで、注ぎ切ってからうん泡が落ち着くのを待つっていうのもポイントなんですか。そこだね。絶対その方がいいと思う。その泡の本当にホイップしたような泡みたいなさ。それになるまで待った方がいいんじゃないかな。はい。全然炭酸ないんだけどね。はい。このなんかほんとクリーミーな飲み物っていうか、これ唯一無二だね、これね。立って飲むっていうのはポイントだからね。じゃあ最後のポイントは立って飲む。そう。立ってのもうひとしきり飲んで最後寝る前にプシュッとこれ開けてガーッと入れて、どこで飲むか分かる？わかんないっす。最後だよ。キッチンですか。お勝手。じゃあ今日はそういうことで。ギネスね。はい。はい。ありがとうございました。どうも。どうす。おいっす。お勝手お勝手お勝手で飲む。久しぶりに聞いたな。そうだろ。はい。この間も俺おふくろに言われてさ、今ちょっとお勝手仕事してるから電話切るわよって。お勝手っていい言葉だな。お勝手。台所じゃないんだよ。台所じゃないんですね。お勝手って言うと俺もやっぱいい言葉だなって、昔の言葉ってなんかちょっとしみるっていうかよ。勝手口なんだったら昔。はい。サザエさんでしか知らないですね。あれ勝手って言葉